Hello, everybody. This is Peter from MNN. And it's been a while since I've had an interview, but I'm very excited today. I am here with a band I'm meeting for the first time. I'm going to be hearing them for the first time live. And I received their album, and it is fantastic. Even more than I thought. It's like, man, this is just good, solid stuff. So, if you haven't heard it yet, I encourage you to. And if you have not heard of this band, I encourage you to. This is Nekomeshi 222. Hi, konnichiwa. こんにちは。 How are you today? なんて言われた Super. グレート、はい。調子はどうですか？めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいいはい。ザクロさんどうですか？いいですね。はい、いいですよはい。マヤさんは元気。元気。and super. Of course, yes. Of course. おー、かっこいい。英語喋るのかっこいい。先生お願いします。シャース。まずは自己紹介ちょっと教えてもらっていいですか？はい。ボーカルのライゾーです。ギターのザクロです。ドラムのバヤです。ベースのジュンです。はい。2ヶ月前にアルバムを出しましたよ。はい。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。2ヶ月後、リアクションはどうでしたか？人から。あ、これがですね、めちゃくちゃ良くて、はい。はい、すごいいいアルバムが出来上がったなって我々も思ってるんですけど、まあ、いろんな紙面でご紹介してもらったり、ラジオ番組で曲を流してもらったり、はい、もう本当に感無量、もう超感動している最中でございます、実は。はい、ザクロさんは。そうですね。まあ、そう。いろんな関係者からも結構好評が良くて、はい、お客さんからもこれが良かった。SNS とかでも結構評判良くて、自分自身もやりきった感があるアルバムだったんで、すごいいい感じですね。いい感じですね。はい、あやさんはもう、こうメタルバンドで関わった初めてのアルバムで、知り合いとかの評判もすごく良くてですね、満足しております。はい。And June, how do you feel about the album? Better in English? あ、日本語でいいですよ。そうですね、今までのキャリアの中で、まあ何枚かアルバムをリリースしてるんですけど、その中では今までで一番いいリアクションが来てます。はい。はい。ユシさんからアルバムもらって聞いて、すごい。思ったより素敵。本当に。感じがちょっと昔のトラッシュアルバムはメタリカとか、アントラックスとか、メガデスとか、そんな感じがありまして、はい、本当に、かっこいい。はい、思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。制作のプロセスはどうでしたか？プロセスはまあ、じゃあ、ザクロがメインソングライターで、デモを持ってきて、まあ、ほぼほぼできた形で持ってきて、あとはまあ、スタジオで合わせたり、まあ、データのやり取りをしつつ、曲を完成させていくという感じ。でも、しやすいorちょっとしにくい ?Was it easy or hard to record everything? もう長年このプロセスでやってるので、僕とザクロはもう何年やってる。ちょっと普通通りでしたか？もうちょっと大変でしたか？楽しかったですか？レコーディングですか？はい、レコーディング。もうめちゃめちゃ楽しかった。なんか、なんだろう。失礼。そうね、なんか、今まではなんか、いろいろ他のことにいろいろ気使うこともいろいろあったんですけど、まあ、それぞれみんな、それぞれ自分のパートもしっかりやり、出来上がった形で来てくれたんで、すごいスムーズに進んで、ライゾーとかはむしろ巻き巻きで進んじゃったんで、だいぶ早くボーカルのパート終わったんで、すごい楽しくいきましたね。ああ、よかったです。はい。ライゾーさん、これは初めてですよね、このアルバム。はい。それ聞きまして、どうでしたか、レコーディングプロセス。いや、思ったより本当に早く楽しく終わってしまったのがあって、もうちょっとやってもよかったのかなって思えるぐらいには。もうちょっとしたかったですか？そう。本当にびっくりするぐらい巻きで早く終わっちゃって、もう終わった？自分が一番びっくりした。ぐらいには。もっとしたい。そうですね。もうちょっとしてもよかったかなとは思いましたね。
作曲をもっとずっとしますか？そうっすね、頑張ります。今はちょっと休みますか？休んで。いや、今ネタはいろいろ仕込んでるんで、いつでも出せますね。はい。でも、アルバムは、先月出しましたけど、作曲はいつからちょっとしましたか？してもらいましたか？作曲はもう、このアルバム自体は、はい。2020年ぐらいにアルバム作ろうかなみたいな話はだいぶ前に出てて、はいで、コロナ禍とか、メンバーの脱退とかで、はい。一旦なくなっちゃったんで、その時にはもうある程度曲もあったんで、だから曲自体はもうだいぶ前から出来上がってて、あとはそれをどれだけ完成度高くするかっていう、それが今回のレコーディングでしたね。はい。猫飯は、このメンバーと一緒に、アルバムは、これはアルバム自体は初めてですね。猫飯自体がもう初めてですよ。他はシングルとかでは出したことあったんですけども、ちゃんとしたまとまった音源としては初めて。だからこのメンバーと一緒に、制作はどうでしたか？そうですね、制作自体はどうでした？逆に皆さん。制作はね、やりやすいと思います。曲のデモをもらって、大体みんなやることを自分が何すればいいかっていうのは大体分かってるみたいなので、それを実際形にして、レコーディングするっていう感じですね。なので、制作としては割とスムーズな方だと思います。制作全部終わって、アルバム全部聴いて、どう思ったんですか？一緒にちょっと座って聞きましたか？そうですね。もう全部聞いてどうでしたか？聞いた時は、あとはなんか取り忘れてないか、なんかそういうのも結構聞いてたから、おおむね計画通り。計画通り。おおむね計画通り。計画通り。As you planned. わかりました。個人的にお気に入り、ソンは？私はですね、Price of Greed。大好き。よかった。いや、あの曲、すっごい歌詞を、リリックをめちゃくちゃ頑張って書いたんですよ。もう悩んで、もうやっと出たっていう歌詞なので、もう可愛い我が子なんです。すごく可愛い子供みたいな、自分の子供みたいなに意識を持ってるので、めちゃめちゃ好き。あんな曲聴いてすごく感じます。声も、でもメロディーも、全部すごい素敵。いい曲です。本当にいい曲です。素晴らしい。ザクルさんは？私はですね、パスト、プレゼント、フューチャー。それも好き。それも好きです。そうですね、あの曲は3拍子で、歌詞も自分も作ったので、そういうので、ちょっと思い入れもありつつ、結構刻みというか、そのギターの刻みが細かくて結構きついんで、そういうのでうまく弾けたのがちょっと、なんか良かったなっていうので。以上です。わかりました。バヤさんは？僕もパスト、プレゼント、フューチャーで。それも、リズムが。リズムが好きですか？楽しく曲は作ることができました。でも前のバンドはポップロックやったんですけど、今回はちょっとメタルで、どうでしたか？そんな感じ。いや、もう、この音楽に慣れるまでがまだ時間がかかってまして。まだこれから。よくできました。伸びしろあるよ。今も練習中。成長できる。ジュンさんは？ラビリンスかな？ラビリンス。それも好き。全部じゃん。僕は今までやってきたのがツインギターのバンドばっかりだったので、ベースって10曲あったら、そのうち1曲の1箇所に見せ場があればいいかなと思ってたんだけど、今回4人でシングルギターなので、さらに、長いベースソロのセクションをもらっちゃったので、そこで結構頑張ったっていう。割と初めて、ベースソロらしいベースソロを入れたっていうのがラビリンスですね。アルバムは本当に素敵なアルバム思うんですけど、
Price of Greed 聞いて、Price of Greed, Here and There, Labyrinth, Dicey、ダイシー、ああ、デスボイスが素敵で、ギターも、ちょっと、すごくなんか、顔で弾く。顔で弾くね。本当に、耳に入って、なんか心にちょっと、当てました。素敵。はい。本当に素敵です。猫飯は、これは、2回目のバージョンだから、先にちょっと他のメンバーがいましたけど、一番違うの部分は何ですか？一番違う部分。はい。前のメンバーとの違う部分。はい。感じとか、なんか性格をちょっと、パフォーマンスとか、何がちょっと違うんですか？そうですね。基本的にもう、今は、各、メンバーにも任せられるっていうのはでかいですね。前まではやっぱちょっと心配で全部自分が大丈夫かな大丈夫かなって見なきゃいけなかったり、じゃあここのボーカルが歌詞遅れてるんだ、じゃあ俺が書くとか、じゃあベースのフレーズがない、じゃあ俺が作るとかやってたんですけども、そういうのがなかったんで、自分の負担がまずなくなったのと、あと、メンバーそれぞれのカラーが、この、今のメンバーで出せるみたいなのが、そういうのが、の違いがありますね。ライアン・ミヤさんのインタビュー見て、いろいろなちょっと答え聞いて、今の質問があります。お気に入りメタリカアルバムは？メタリカアルバムメタリカのアルバムメタリカのアルバムでもう、メタルマスターかな。全部好きですか？全部好きです。あとはあとファーストかな。ファーストのキレームオール。あれは全曲ギターコピーしたんで、そういうのもあって、ちょっと思い入れありますね。でも、ジェームズ・ヘッドフィールドが大好きですね。そうですね、やっぱり。昔、その先輩からビデオを借りてみて、低く構えるのがかっこいい。ちょっとこの感じで。で、次のすぐエクスプローラー買いに行って、で、どんだけ低く構えられるかが挑戦だったんで、仕事。わかりました。どのポップロックバンドが一番好きですか？どのポップロックバンド？日本のバンドとか、アメリカのバンドとか、海外の。ちょっと影響ちょっと受けたバンド。インディーズのロックが好きで。インディーズロックが好きですか？インディーズポップというか。だから知ってるかわかんないですけど、ディスメンバーメントプラン。アットザドライブイン。わかりました。ジュンさんはラジオ聞いて、ちょっと聞きましたけど、だから若い時、ちょっと、この曲聴いてとか、このバンドを聴いて、本当にベースしたい、音楽したい。なんか、ベースパートっていうよりは、メロディーの方を好んで聴くので、どのバンドがちょっといいメロディーがありますか？日本だとね、リンドバーグとか。リンドバーグ。I don't know. Japanese famous pop rock band. あとはユニコーンとか。ユニコーン、I don't know. ヘビーメタルの王道を通ってないし、あんまりそこのなんかアイアンメイデンとかジューダス・プリストがあんまりフェイバリットじゃないっていう。My favorite band is sentenced from Finland. わかりました。っていう。メタリカもフェイバリットではない。わかりました。だけど彼がやりたいことはどういうことをやりたいのかは理解してる。で今のメンバーのいいところはこの曲を何を出したらよくできるかっていう提案がそれぞれ出してきて、スタジオでこういうことできないって言って、じゃあやってみようって割とできちゃうみたいな。ライゾーさん、たまにツイッターでカラオケちょっとやりまして、この曲、さあカラオケ行って、大好きな曲、いつも歌うのは何ですか？いつも歌う。いっぱいある。必ず絶対にこれだけは歌うっていうのは、デュラン・グレイ。デュラン・グレイ、はい。の曲は、1曲は必ず
はい。絶対に歌う。けど、その何を歌うかは決まってない。ああ、でもいつもディラン・グレイ。ディラン・グレイは絶対に歌う。曲一つ。ディラン・グレイはもうずっと好き。はい。もう12歳の頃からずっと好きだから、はい何かしらの曲を絶対一回歌う。今も大好きなバンドは。今も大好き。はい。勝てない。勝てない。憧れ。はいはいはい。アンジェラ・ガソも大好きで。大好き。はい。だから、アーチ・エネミーも、毎日聞きますか？毎日は聞いてない。はい、けど、寝る前に聞きたくはなる。寝る前かうん。寝る前に聞きたくなる。シルバーウィングとか。はいはいはい。寝る前に、あの音が聞きたいなっていう。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ、もっと簡単な質問で、お気に入り食べ物。白米。白米、はい。チャーハン。チャーハン。ああ。ラーメン。なんでこんなにあれ、白米とラーメン言われちゃった。なんだろう、僕食べ物執着ないんで、あんまり感動しないもんね。地方行っても、なんか食べても。でもね、なんだろうな、いや、特に好きな食べ物がない。あ、ないですか？食べることは嫌いではないが、何を食べるかに執着してないっていう。純さんの心がちょっと広いですね。音楽とか食べ物を全部ちょっと食べてきて。ああ、広い。お気に入り、趣味。趣味。映画を見る。好きな映画。いっぱいある。フィフスエレメント。はい。猫の匂いを嗅ぐ。猫の匂い。腹にこう。猫がそんなに好きなんですか？そう、2匹。はい。これははい。だから猫飯。かわいいですよ。はい。トレッキング。トレッキング。東京でどこしますか？東京、奥多摩とか。知らないんですけど、はい。山高尾山。はい。だから運動とか、自然が好き。ヒマラヤに登ったことがある。ヒマラヤではない。ヒマラヤではない。ネパール。行きましたか？そうだね。わー、OK。はい、ジュンさん。バイクでツーリングですね。はい。なんだろう。バイクを持ってるわけではないんだけど、レンタルサービスがあって、それを利用して、時々、こう、ちょっと遠くに出かけて、帰ってくるっていうのが、割と趣味な感じです。はい。わかりました。お知らせ、なんかありますか？お知らせ、そうですね。私たちのバンドは CD もいいけど、ライブも超楽しいです。なので、ライブに来て楽しんでくれれば、私も会えるし、みんなに会えるし、あなたにも私は会いたいと思っているから、だから、ぜひライブに遊びに来てください。はい、お願いします。はい。So, thank you so much. This has been Nekomeshi 222. And just based off of this interview, they seem very fun, exciting, unique, and just entertaining. So I'm actually very excited for the live tonight. And I hope you guys, if you come to Japan, you get the chance to see them also. And please listen to their album. If you have the money, buy their album. It's worth it. It's a fantastic album. Really, it is. Just stripped down, raw, heavy, in your face, really tasty licks, fantastic vocals, just great stuff all the way. So, thank you very much. Nekomeshi 222ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ファイト。他はなんで222？222はニャーニャーニャーと、オッケー。あと、はい。あと22、外国に説明するの難しい。22あと、エンジェルナンバーっていうので、エンジェルナンバーっていうので、その数字が見えたときは、なんかもう、自分が叶えたいことが
その叶えられる状態までなってるよ、もうちょっとだよっていう意味があるらしいです。時計とかでたまにパッて見ると333とか222とか444ってなってるじゃないですか。あれがたまたま222というのを見たから、もうちょっとであなたは成功しますよっていうちょっとスピリチュアルなちょっとやつがあるみたいです。スピリチュアルみたいな。失敗が難しい。